世界最高峰の映画賞、アカデミー賞。その栄光の裏には、選ばれなかったスターたちの怒り、涙、そして苦い思い出があります。その中でも、ノミネートはされるのになぜか受賞がない、活躍しているのにノミネートすらない映画人がいます。今回は、そんなアカデミー賞に嫌われたスターたちを紹介します。アルカチーノ。その名前を聞けば、誰もが思い浮かべるのは、ゴッドファーザーやスカーフェイスなど、映画史に残る名演の数々。彼が初めてオスカーにノミネートされたのは、1973年のゴッドファーザー。しかし、彼は事実上の主演俳優なのに、助演男優賞でノミネートされた。主演男優賞には、マーロン・ブランドが選ばれ、彼が受賞している。この授賞式をアルパチーノは主演だったのに助演にされたと抗議して出席をボイコットしている。その後、彼はゴッドファーザー、パート2や狼たちの午後など合計6回もノミネートされながら全て落選。1993年のアカデミー賞ではセント・オブ・ウーマンで主演男優賞。摩天楼を夢見てで助演男優賞に2つの映画でノミネートされ、セント・オブ・ウーマンでようやく初受賞を果たした。レオナルド・ディカプリオ。彼はタイタニックやインセプションなど数々のヒット作で知られる名優。そんな彼がアカデミー賞で主演男優賞を獲得するまで22年もの歳月がかかった。最初のノミネートは1994年19歳で出演したギルバート・グレープ。知的障害を持つ少年を演じた圧巻の演技で助演男優賞にノミネートされ、将来のスターとして一気に注目を集めた。アビエーター、ブラッド・ダイヤモンド、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとシリアスから狂気まで幅広い役を演じるも、なぜか毎回ノミネート止まりだった。こうした状況からディカプリオはアカデミー賞に嫌われているとまで噂されるようになる。ネット上ではレオにオスカーをというハッシュタグが拡散され、授賞式のたびに彼の敗北をネタにしたミームやコラ画像が大量に作られる始末。そんな風潮を本人も理解していたようで、授賞式のインタビューでは自虐的にこう語っている。受賞ね。それはおそらく地球温暖化解決より難しいよ。そんな中、2016年、レベナントで極寒の大地を這いずり回り、生肉を食べ、熊に襲われるという体当たり演技を披露して、ついに悲願の主演男優賞を獲得した。受賞スピーチでは、演技よりも環境問題を熱弁しており、オスカーに対して皮肉を込めていたのかもしれない。グレン・クローズ。その圧倒的な演技力と存在感を放つ、ハリウッドの大女優、グレン・クローズ。しかし、彼女にはアカデミー賞に最も嫌われた女優という、なんとも不名誉な異名を持っている。その理由は、彼女がこれまでに8回ノミネートされながら、一度もオスカーを受賞していないため。これは、歴代女優の中でも最多記録タイ。最初のノミネートは、1983年、ガープの世界での助演女優賞。そこから危険なジョージ、危険な関係、アルバート氏の人生など、主演でも助演でも確実に印象を残す名演を披露するが、毎回敗退になっている。中でも特に注目されたのは、2018年の天才作家の妻、40年目の真実で、長年夫を支え続け、自らの才能を陰に隠して生きた女性を繊細に演じ、各映画祭で30以上の主演女優賞を受賞。アカデミー賞も確実と見られていたが、結果はまさかの落選。その後も彼女は淡々と演技を続け、2021年にはヒルビリー・エレジーで再び助演女優賞にノミネートされるが、またも落選。インタビューでは人生の目的が賞を取ることではないと語り、授賞式では皮肉を笑い飛ばす余裕ある姿勢を見せた。スタンリー・キューブリック。映画史に燦然と輝く巨匠、スタンリー・キューブリック。時計仕掛けのオレンジ、2001年、宇宙の旅、フルメタルジャケットなど、彼が残した作品は、すべてが映画の教科書ともいえる伝説級の傑作ばかりだったが、キューブリックはアカデミー賞と極めて相性が悪い監督だった。彼はキャリアを通じて13回ノミネートされながら、唯一の受賞は2001年、宇宙の旅での視覚効果賞という技術賞のみだった。つまり、彼が監督や脚本家としてオスカー像を手にすることは一度もなかった。1957年、突撃で注目を集め、1964年の博士の異常な愛情で監督、脚本、作品の3部門にノミネートされるが、この年はマイ・フェア・レディがオスカー像を独占。
1980年のシャイニングでは、ついにノミネートすらされず、逆に最低映画賞のラジー賞で候補になるという屈辱を味わう。1999年、彼は遺作となるアイズ・ワイド・シャットを完成させた直後に急逝。しかし、アカデミーから名誉賞すら贈られることはなかった。ジム・キャリー、マスク、エース・ベンチュラ、トゥルーマン賞など、1990年代から2000年代初頭にかけて、ハリウッドを席巻したコメディ界の王者。しかしそんな彼は、アカデミー賞で一度もノミネートすらされたことがない。笑いの才能にあふれ、抜群の身体能力と表情芸で人気を博したが、ハリウッドではコメディは軽く見られるという長年の風潮があり、彼のような俳優はどれだけ人気があっても、賞レースでは評価されにくいのが実情だった。そんな中、1998年に公開されたトゥルーマンショーでは、シリアスなテーマと繊細な演技で、ジム・キャリーの新たな一面を披露。ゴールデングローブ賞では主演男優賞を受賞し、ついにオスカーかと期待されたが、アカデミー賞ではノミネートもなく完全に無視。翌年のマン・オン・ザ・ムーンでは、実在のコメディアン、アンディ・カウフマンを演じるために完全に役に没入。この作品でもゴールデングローブ賞を受賞したが、再びオスカーからは無視された。後年のインタビューで、彼はコメディは真面目に評価されないと皮肉交じりに語っている。その名は往年の映画ファンなら誰もが知る20世紀を代表する名優の一人。しかし彼はオスカーに最も嫌われた俳優という悲しき異名を持っている。彼がアカデミー賞に初めてノミネートされたのは1963年の映画アラビアのロレンス。砂漠を舞台にした壮大な女子誌の中で神秘的かつ繊細なロレンス役を演じ世界中を魅了。その後もベケット、冬のライオン、ベニスにシス、チップス先生さようならなど、歴史ものから文学作品、現代劇まで幅広く公演を見せ、主演男優賞に計8回もノミネートされた。これは主演男優賞の最多ノミネート記録であり、すべて落選というのは驚異的。晩年の2003年にアカデミーはついに謝罪のような形で名誉賞を授与。ところが、オトゥールはまだ挑戦中なんだ。その賞は引退後に取っといてくれ、とこの申し出を一度断っている。最終的には受け取ったが、これは彼のプライドとアカデミーへの複雑な感情を物語っている。サミュエル・L・ジャクソン、パルプ・フィクション、アベンジャーズ、ジャンゴつながれざる者、どの作品でも存在感を放ち、彼の出演作の累計興行収入は世界一とも言われる男。それほどのキャリアを持ちながら、彼がアカデミー賞を受賞したことは一度もない。しかも、ノミネートはたった1回で、1994年のパルプフィクションでの助演男優賞のみ。F・ワードが最も似合う俳優と言われ、観客やファンからの支持は圧倒的だが、アカデミー賞はなぜか彼の功績を無視し続けてきた。ジャクソン自身もその扱いに不満を漏らしており、2022年のインタビューで、俺はスパイク・リーやクエンティン・タランティーノの映画にも出てる。演技の幅もやってることも全部見てるはずだろが、と怒りのコメントを述べている。2022年、ようやくアカデミーは彼に名誉賞を授与。受賞の際やっとかよとジョーク交じりに述べたことで長年の不満が滲んでいたと言われている。名声や名演、名台詞、それだけでは報われないのがアカデミー賞。今日はアカデミー賞に嫌われた7人のスターを紹介しました。よかったらいいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。また次回もお楽しみに。